1974年開業のジャズ喫茶が入られていた物件です。以前のジャズ喫茶のオーナーさんのこだわりでマホガニーという木が使われているそうです。プライベートと店舗分けて使っていただけます。金額高そうですけど、それがこんにちは、株式会社2ポイントです。本日は右京区に来ております。で、こちらの前の建物が立命館の衣笠キャンパスになります。で、この裏行くと衣掛の道っていう金閣寺の前につながる道が走ってます。で、今回ご紹介させてもらうのがこちらの物件です。1974年開業のジャズ喫茶が入られていた物件です。では早速中見ていきましょう。はい、中入ってきました。以前ジャズ喫茶されていたっていうことで、多分ここがステージやったんじゃないでしょうか。で、この内装すごいですよね。この壁マホガニーという木が使われているそうです。以前のジャズ喫茶のオーナーさんのこだわりでこういう仕様にされたということです。このマホガニーっていう木はアコースティックギターや高級家具に使われている木らしいです。今はもう輸出も禁止されていて、とても高級な貴重な木で、すごいオーナーさんのこだわりが見えますよね。結構ギターでも使われてる木ですけれど、はい、結構中音域の温かみのある音が出せるんですけど、ここで演奏される時の音も独特の音が出てるんじゃないですかね。ね、結構音響くというか、なんかいい響きになりそうですもんね。これ天井見てもらったら大きく穴開いてるのは、以前おそらく点火エアコンをつけられたんやと思います。1台2台設置されていたみたいです。で、こちらがお手洗いです。女性用のお手洗いです。で、こっちがおそらく男子トイレの後やと思います。ここに水栓あるんで便器も設置できると思います。かなり店舗のこのスペース広いですね。そうですね。1階だけで48平米あります。1階いつものこれで測ってみましょうか。カウンターまでで10メートルあります。こんだけ奥行きというか、縦長だと結構使いやすい形かなと思うんですけど、例えばスタンディング立ってライブ見られるんだったら結構人数入ると思いますし、テーブル席置いてお食事しながらとか、そういうスタイルでも何席か結構取れるんじゃないでしょうか。レイアウト的にも入り口側にテーブルあっても、演奏は見れるような形にはなってますね。そうですね。で、ここに窓もあるので、外からも何してはるんやろみたいな、そういう見せ方もできます。はい、じゃあ次、こちらの奥のスペース見ていきます。厨房跡ですね。ここがおそらくバーカウンターでこうやってドリンク出されてたんやと思います。で、ここが、ガス、火回りですね。おそらくですけど、ここのスペースは電気のスイッチとかもまとまってるんで、照明焚く、そんな感じで使われてたんじゃないでしょうか。ここからステージが見れるんで、そういう使い方をされてたんやと思います。で、こちらが2階につながる階段になってます。2階が居住スペースと聞いてるので、また後ほど見ていきます。2ポイント。じゃあ次、この外階段の方からお2階見ていきます。よいしょ。よいしょ。はい、お2階上がってきました。上はしっかり居住スペースの仕様ですね。ここが8畳の和室です。結構収納も大きくって広めに取られてますね。こちらが階段上がったところが6畳の和室とキッチン
なんかオフィスとキッチン一緒になってるって結構珍しいですけど、キッチンは真ん中にあります。で、こちらが 6.5 畳の和室です。ここから1階の厨房からダクトが上がってるのが見えますね。上に屋根までダクト上げられてます。で、こちらが水回りが固まってます。洗面とお手洗いと、あと奥お風呂あります。で、ここに階段があります。これが先ほどの厨房の奥見たところの階段とここからつながっています。なので、階段2つあるんで、1階の店舗スペースと2階の住居スペース、しっかり分けれるような動線になってます。プライベートと店舗、分けて使っていただけます。住まいとしても使えますし、下で店舗もできるということで、結構今回今額高そうですけど。それが、なんと10万円以下で非常にリーズナブルな価格設定になっております。これは普通に住むのでも結構安いと思うんですけど。そうですね。ちょっと手は入れないとダメなんですけども、とはいえ、前も立命館で学生の人通りもありますし、で、なんといっても前のジャズバーさんが、1974年から営業されていて、すごい歴史があるお店が入られてたんですね。で、一回閉店されて、でそこのお客さんが衣装を継がれて、また営業されたんですけども、ちょっと今回退店されたということで。かなり歴史が、思いがしっかりと詰まったお店になってますね。そうですね。受け継がれていってるっていうのがとてもよくわかります。2ポイント。では今回も内見お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。今回の店舗物件の特徴、お願いします。はい。まず一つ目、なんといってもこの内装です。このマホガニーという壁、この木なんですけども、今となってはとても貴重な温かみのある木になっております。音楽関係の方はもちろん、この内装を生かした、この温かい雰囲気を生かした何かお店作りができるかと思います。次、2つ目、この立地ですね。前が立命館のキャンパスということで、前がこの歴史があるお店ということで結構認知されている場所かなと思います。正直ちょっとアクセスは悪いんですけども、唯一無二の存在感、ブランディングしやすい物件かなと思います。結構やっぱり学校のキャンパスの近くということで、学生の方も結構集まれそうな場所ですね。そうですね。学生たちの憩いの場になるようなお店になったら嬉しいですね。はい、3つ目。今回は1階店舗、2階は居住です。今回一棟貸しということで、店舗付き住居となっております。家賃も含めて、なんとお値段10万円以下になっております。お店と一体型になっていて、ランニングコストも抑えられるかと思います。今回もこの物件いかがでしたでしょうか？この贅沢な内装、何か活かしていただければ嬉しいです。この物件、興味いただいた方は、お問い合わせは概要欄から公式 LINE でよろしくお願いいたします。本日もありがとうございました。